こんにちは、アカデミアの富尾です。富尾ベーシック4ということで、僕の根本的な考え方を中心にテーマとして語っていきたいと思います。今回のテーマは、容姿に対する不満が人生の質を危うくするといったことを、僕の美容師経験を通してお話ししたいと思います。長い間美容師をしてきて感じることは、自分の容姿に不満を持っている人が実に多いということです。見た目には美人に思える人でも容姿に不満を持っていることです。誰にでも容姿に限らずコンプレックスは持っています。しかし不満やコンプレックスは悪いことばかりではありません。多少のコンプレックスを持つことは己の向上のために必要なことだと思います。人に負けている悔しさはポジティブに考えれば次への前進につながります。多くの場合、コンプレックスはマイナスに作用することの方が多いことが問題なのです。これは気持ちの考え方、心の持ち方だと思います。この不満を解消し、ポジティブに蘇らせることも美容師の大きな仕事だと僕は思っています。喜びに満ちた顔、自信を取り戻した時の顔を見ることができるのも美容師の仕事の大きな喜びです。私たちの意識する心は一度に一つの考えしか抱くことはできません。もし容姿について否定的な考え方を持っている場合、それは幸せ、幸福に満ち溢れるものだろうか。決してそんなはずはありません。容姿は自分自身をどう思うかということと大いに関係しています。特に社会的なコミュニティに対する必要性は大きく関わってきます。容姿に満足できないと拒絶、非難、嘲笑を恐れるようになり、嘲笑とは簡単に言うと相手や自分を見下したり馬鹿にすることといったことですが、これが生活の質に大きく影響を与えます。人生経験すべてに影響を与え、人生の質を危うくします。容姿にそれほど満足できない場合、私たちは自分自身に怒りと嘲笑を感じ、私たち自身を憎み始めます。自分を拒絶し否定することは言葉に表せないほど惨めなことです。このことが原因で引きこもりやうつ病など心の病にかかる人が増えている事実があります。実際技術がうまく自分のことをよく分かってくれる美容師には悩める多くのお客様が押し寄せています。自己評価にはたくさんの要素が含まれるといったことについて少し考えてみたいと思います。容姿についてですが、皮膚、髪、衣類、体型、体重などについての感じ方には絶対的な基準があり、それが自己評価に与える影響はかなり大きなものです。ヘアがうまくいく日とヘアがうまくいかない日についてはたくさんの話があります。多分あなたも経験あるでしょう。ドライヤーかけてもアイロンでカールを作ってもなかなか自分が満足する形にならない日など経験しているはずです。どんな時にも自己評価の基準としてヘアがどうなっているかでその日がどんな日になるかが決まってしまうほどです。ヘアは体型やサイズ、所持金の額、着ている洋服、求めるキャリア、運転している自動車などの何よりもずっと人々の自己評価に大きく影響を与えているのです。驚くべきことですが本当のことです。これは単に女性の問題だけではなく男性にも当てはまります。男性のコマーシャルで薄毛の人の使用前と使用後の笑顔を見るだけでもわかるはずです。男性がヘアロス、髪が薄くなることを少しでも経験すると、それは心の痛手になります。破壊的な心理的影響力があるのです。自分のアイデンティティをなくし、自己イメージや人格まで変えることがあります。人生のすべて経験が影響を受けて、自信と野心、価値観、魅力、幸せ感、喜びなどすべてヘアロス、薄毛とともに消失します。薄毛になった時ばかりではありません。社会的野心やロマンティックな面での野心、キャリアへの野心がスッと消え去った時も落ち込み、心病むのです。何千といった男性がヘアロスを隠すために毛髪復元システムの美容法に何百万も費やすのです。しかしこれで健康な心と自信がみなぎるなら安いものです。この種のお金は浮ついた気持ちで使っているのではなく、男性たちが本気で心配しているからなのです。考えすぎて
心の病となってうつ病になる人も多いのです。アメリカではヘアロスの被害者用のカツラ保険でカバーされているところもあります。またこういった傾向もあります。容姿に不満やコンプレックスが強い人ほどネット上では攻撃的と言えます。外見に不満やコンプレックスを持っている人ほどインターネット上で攻撃的な傾向を見せるとの調査結果を発表した記事を読んだことがあります。逆に容姿への満足は心の高揚をさせると言われています。では容姿に対しての解決方法はあるのでしょうか。今美容師が果たせる分野はかなりあると思います。容姿への不満やコンプレックスはほとんどの場合他人からの目を気にしている場合が多く、自分の心の持ち方で変わります。では解決策は、ヘアの悩みはほとんど解決できますし、メイクアップによっても自分が魅力的に見せるという気持ちがあれば可能です。最初は自分はできると信じて考えれば必ずできます。本当に事故ややけどや皮膚アレルギーといった特殊の場合を除いて本当にブスな顔ってあるのでしょうか。今は個々の個性がかっこいいとされる時代です。あなたの心の持ち方で輝きを放すことはできるのです。太っているなら痩せる。自分を引き立たせる服装を研究する、メイクアップを勉強してみる、この程度のことはしてみてください。それだけで随分前向きになれるはずです。まずはそれをすること、さらにできることなら教養としての読書や話し方教室、マナー講座に出席することなどです。茶道を習うとか、この行動が前向きにし、習慣となって相手から見た印象が変わってきます。容姿というのは顔のことだけではないのです。身のこなし、態度、話し方など全く変わります。まずは役者のように自分を演じてみたらいかがでしょう。役者は悪人やお人よし全てを演じきり、見ている人に悪人は悪人に見え、かっこいい時の時はかっこよく見えます。役者のどこを見てそのように感じるのでしょう。話す内容？いえ、違います。ほとんどの場合は顔の表情や声の質で決めてしまいます。もちろん役者は心を込めて演じているのですが、この演じるというのは顔の表情や態度で演じているのです。僕たちは顔の表情、動作で感じ取っています。自分の容姿も変える努力をし、態度も変え、ファッションも変えます。これは自分にやる気になってすれば全てできることです。あなたが変わろうと心に決めれば、心が容姿を変えてくれるのです。見た目が変われば自信がみなぎり、大抵の場合はこれで解決できます。これでも難しい場合は整形が必要かもしれません。あなたの容姿はあなただけの魅力でもあります。気持ち次第で見方が変わることを知ってほしいのです。僕は映画が好きでよく映画を見ます。登場人物やアニメでも最初は見にくいのですが、見慣れてくると可愛く見えたり優しく見えたりします。そのような経験はないでしょうか。きっとあなたもあると思います。もし人目が気になるなら、悩むより行動、人目につかない田舎暮らしの選択もあります。コンプレックスは容姿に限ったことではありません。学歴、社会的地位、経済力等々ありますが、今やネットが発達しているので、人の顔を見ない、自分の顔を見せない、人との比較をしないで済むような仕事に就くなど、自信がつくまでそのような仕事に就くこともできます。自分の容姿を気にすることなく、学歴や社会的地位も関係なく、自信がつくまで暮らすことも可能です。容姿への満足は心を高揚させます。うまくいった部屋が人々に与える影響を考えてみましょう。その日はあなたにとって特別な日。そんな時、ヘアメイクを頼まれます。だんだん仕上がりに近づくにつれ、鏡越しに喜んでいる様子が伺える時があります。最後、手鏡で後ろ姿を見せると、あたかも顔の骨格が生命を持ったように、皮膚も新しい輝きを得る様子が分かり、突然10歳若返った時のように気分はウキウキなのです。ガウンを脱ぎ捨てドレス姿になったと思うと、アクセサリーを何個か持ってきて、先生どれがいいと思う？とウキウキした顔で聞いてくるのです。僕が聞き返します。〇〇さんは仕上がった感じからどちらがいいと思います？お客様が答える。こっちかな？ビンゴ！僕もそちらの方が素敵だと思います。そういった途端、気分は高く舞い上がり、自尊心と自信は向上するのです。こういう場面に何回も立ち会いました。
店を出て足取りも軽く、何か早く誰でも良いので知り合いに会いたいような気分になります。個人的悩みは全て消えて新しい気持ちにあなたはなったことがありません？容姿に自信がつくと突然仕事でも対人関係でもあなたの能力は飛躍的に改善されるのです。それは全てヘアや容姿に対するコンプレックスが原因なのです。ヘアがうまくいき、容姿に自信が持てると非常に積極的なエネルギーを発散し、当然人間はそれに引きつけられます。人々はあなたと一緒にいたい、あなたのそばにいたい、あなたのようになりたいと望むのです。人の外見というのは文字通り幸せと落胆、自信と恐れ、自己肯定と自己嫌悪という違いを作り出すほど強い力を持っているのです。僕はいかに美容師が関わるヘアデザイナーという仕事の奥深さを感じる瞬間でもあります。今求められている美容師像はお客様の個々の美しさを引き出す能力と自信を持っていただく説得力を持ち合わせている人、美容技術を超えた相手のことを感じる洞察力だと思います。ヘアメイクアップ技術だけではなく、聞いてあげる技術、自信を与える言葉のかけ方など、美容師の求められることは多くあります。まとめとして、私たちの意識する心、容姿は自分自身をどう思うかということと大いに関係しています。何か明るくポジティブになれることに挑戦することです。自己評価にはたくさんの言葉が含まれるといった内容のことですが、容姿、皮膚、髪、衣類、体型、体重などについての感じ方には絶対的な基準があり、それが自己評価に与える影響はかなり大きいということ。容姿は不満やコンプレックスが強い人はネット上では攻撃的といった統計があることも頷ける一面でもあります。では容姿に対しての解決方法は、ヘアの悩みはほとんど解決できますし、メイクアップによっても自分が魅力的に見せたいという気持ちがあれば可能ということです。要は自分の気持ちを変えることです。容姿への満足は心を高揚させます。実際うまくいったヘアやメイクアップは気持ちを高揚させ、心から晴れ晴れとした様子がうかがえます。そして自信が持てると逆に誰か知り合いに会いたい気持ちの変化が生まれます。といった内容でした。こうなりたいといった気持ちを芽生えさせるきっかけをつかめると人間変わることができます。今回は以上になります。概要欄にこの動画と同じ内容を活字ブログでも以前書いております。記載してありますのでよかったらご覧ください。まだまだ見ていただいている人が少ないのですが、やがて増えるものと思い、今までの経験をこれからもコツコツと続けてまいります。いいねボタンはモチベーションアップにつながります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもまた多くの応援よろしくお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。